今日はアメリカが生んだ最初の音楽、ブルースのスタイルを解説していくよ。ブルースは R&B やロックなどのアメリカ音楽の祖先といえる存在。かなり古い時代の音楽になるから動画で紹介する予定はなかったんだけど、 V5.5 は古い音楽の音質が改善されたから試しに紹介してみることにしたよ。ブルースにはいろいろな特徴があるけど、一番わかりやすいのは力強いボーカル。後の R&B やソウルに引き継がれた魂のこもった激しいボーカルが特徴だよ。スノでもブルースのスタイルはボーカルを変える力が一番強いね。デルタブルースは初期のブルース、1920年頃に流行した音楽だよ。ブルースはさらに古い時代から存在していた音楽と言われているけど、明確な記録が残っているのはレコードとラジオが普及した1920年以降。デルタブルースはハーモニカとアコースティックギターで演奏される。ただスノだとギターが中心になってハーモニカはあまり出ない傾向がある。ハーモニカの音を入れたいのであればハーモニカスタイルを併用した方がいい。シカゴブルースは1950年頃、ロックンロールの時代のブルースだよ。主役はエレキギターに代わってロックバンドに近い楽器構成になった。というよりロックバンドの楽器構成はこの時代のブルースが由来だったりするね。コンテンポラリーブルースは1980年頃に誕生した最新のブルース。シンセ音など現代的な音が使われたり、他の音楽ジャンルの影響も受けている。単純に言えば現代ポップスに近寄ったブルースということになるね。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみよう。メルボルンの血をかける、ただ一つの栄光を目指して、ポップよりもロックよりもメルボルンの血をかける、ただ一つの栄光を目指して。3種類のブルースのスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみたよ。少し補足で説明しておくと、本来のブルースは特殊な形式の音楽。普通の音楽は歌詞が2行や4行で区切られるのが一般的だけど、ブルースは3行で区切られるよ。音楽的に言うと12小節ってことだね。スノでも歌詞を3行区切りにすると正しいブルースが生成されることもある。ただうまくいかないことの方が多い。大体は普通の構成になってしまうね。失敗すると伴奏は歌詞4行分なのに歌は3行しか歌わない変な曲になるので、
歌詞は4行区切りの方が無難だと思う。先ほどの実例でも4行区切りにしたよ。ただ4行区切りの歌詞だと確実にブルース形式の曲は作れないので注意。動画の後半はボーカル以外にも特徴があるブルースを紹介していくよ。ピアノブルースは名前の通りピアノが主役になるブルース。スノだとこの時代のピアノ曲はかなり強いピアノ効果があることが多い。ラグタイムやブギウギが代表例。ピアノブルースもピアノを強く主張するよ。曲にピアノを入れるスタイルとして使っても面白い効果だと思う。ハーモニカブルースも名前の通りハーモニカが主役になるブルース。ハーモニカは多くのブルースで多用される楽器なんだけど、スノではエレキギターに負けてハーモニカの音が入ることは少ない。ハーモニカの音を主役にしたいならハーモニカブルースを使うといいね。ちなみにハーモニカだけにするとブルースとカントリーが混ざった曲になる。要するに明るい曲調になりやすいね。好みに応じて使い分けるといいよ。パンクブルースはパンクロックとブルースを融合させたジャンルだよ。かなりテンポが速いのが特徴だね。歪んだギターの音も使われる激しい曲だよ。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみよう。窓の外には灰色の雨、濡れた世界を映してきっと青と呼ぶだろう。消えてゆく泡のようにきっと青と呼ぶだろう。消えてゆく泡のように君の声が遠くなってく。それでもいろいろなブルースのスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみたよ。ブルースは魅力的な要素も多いけど、それを引き継いだジャンルも存在する。例えば力強いボーカルは R&B やソウルに引き継がれていったし、軽快なリズムや情熱的なメロディーはロック系の音楽に受け継がれた。ブルースの魅力は R&B やロックなどのスタイルでも出すことはできるから、あえて古い時代のブルーススタイルを使う意味はあまりなさそうに思える。私はそう思ってたんだけど、今回使ってみたら想像より面白かった。音楽において古さや音質の悪さ、洗練されていない音は欠点ではない。ブルーススタイルは古さや荒々しさが目立つ使いにくいスタイルだけど、それを魅力と考えることもできるね。思ったより使い道は多いかもしれない。それじゃまたね。